2024年度の公的年金は、初回支給日が6月14日となっています。2023年に比べて、公的年金の支給額は原則 2.7% 引き上げとなりました。しかし、物価や賃金の変動状況を加味した場合、実質の年金額は目減りしています。そんな中、年金から天引きされる社会保険料は引き上げの動きがあります。今回は2024年度の年金事情について解説します。記事の後半では、年金生活者を圧迫する生活状況についても解説しています。ぜひ最後までご覧ください。2024年度の年金事情 2.7% の増額へ。公的年金は毎年4月に支給額が改定されます。2023年度と比べて2024年度の年金額はどのように変わるのかについて確認しましょう。2024年度の年金額。2024年度に支給される年金額は基礎年金と厚生年金でそれぞれ以下の通りです。老齢基礎年金は2023年度と比べ月額1750円プラスとなりました。また、夫婦2人分の厚生年金は月額6001円プラスとなっています。2023年度と比べ 2.7% プラスとなり、伸び率はバブル期以来で最も高くなりました。では、物価や賃金の伸び率を加味すると、どうなるのか確認しましょう。実質の年金支給額は目減り、公的年金の支給額は、本来であれば物価や賃金の上昇率に応じて決まります。厚生労働省が2024年1月19日に公表した令和6年度の年金額改定についてお知らせしますでは、物価変動率や名目手取り賃金は以下の通りとなりました。物価変動率 3.2%、名目手取り賃金変動率 3.1%。ただし、年金の給付水準を確保するためマクロ経済スライドが発動した結果、年金の引き上げ率は 0.4% 引き下げられました。そのため、実質的には目減りしたことになります。以上から、公的年金の伸び率に比べて物価上昇率が上回っているため、老後生活にも影響があると言えるでしょう。では、高齢者の家計が圧迫される要因について、詳しく確認します。高齢者の家計が圧迫される要因。高齢者の家計が圧迫される要因を、以下の項目から確認します。社会保険料の引き上げ、物価高、電気、ガスの補助金を打ち切り、それぞれのポイントについて解説しましょう。社会保険料の引き上げ。高齢者の家計が圧迫される要因の一つに、社会保険料の引き上げがあります。実際に、2024年4月より以下の社会保険料が引き上げられました。介護保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料については、年間所得が420万円以上の方の保険料が引き上げられました。また、後期高齢者医療保険料も、2024年度から引き上げられています。厚生労働省が2024年4月1日にまとめた後期高齢者医療制度の令和 6.7 年度の保険料率についてによると、保険料の全国平均が月額で7000円を超えました。2024年度月額7082円、2025年度月額7192円。保険料の全国平均が月額7000円を超えるのは、制度が始まって以降初めてです。以上から、社会保険料の値上げが家計の圧迫に影響すると考えられるでしょう。物価高。総務省統計局が2024年3月22日に発表した消費者物価指数から、物価高がどこまで進行しているのか確認しましょう。2024年2月分の総合指数は 106.9 で、2023年2月比で 2.8% 上昇しました。前年同月比では30ヶ月連続の上昇となっています。さらに、現在の指数は政府の支援策によって抑えている側面もあります。特に電気やガスといった項目は5月末で打ち切られる予定です。どのような補助金となっているのか確認しましょう。5月末で打ち切りが予定している電気、ガス補助金。政府が実施している制度は電気やガスの使用量に応じて補助金を支給して料金の値引きを行います。4月使用分まで電気は 1kWh あたり 3.5 円。ガスは1立方メートルあたり15円の値引きです。標準世帯では、電気代は月額1400円、ガス代は月額450円と価格を抑える効果があります。5月使用分は、補助額をそれぞれ半額にする予定です。6月以降は、補助が打ち切られるので、今後の負担は重くなるでしょう。では、老後生活を豊かにするために、どのような対策を取るべきか解説します。老後生活で踏まえておきたい対策。長い老後生活を過ごす上で、以下のポイントを見つめ直す必要があります。支出項目を見直す。定年後も働いて収入を得る。公的年金の支給を遅らせる。基本的な対策として、支出項目を見直すことが重要です。老後生活を迎えて、これまでより支出を抑えられる項目がないか確認しましょう。支出を見直すだけで生活が満足に送れない場合、
働いて収入を得る選択肢も視野に入れてください。収入が得られるようになれば、公的年金に頼る必要がなくなります。収入が得られれば、年金を受け取るタイミングを遅らせて、支給額を増やしてください。老後生活を送る上で適切な計画が重要。老後の生活は、収入や支出を現役世代より厳しく管理する必要があります。高齢者それぞれの収入と支出のバランスは異なります。そのため、自分の公的年金として受け取れる金額や支出を前もって確認した上で生活設計をしてください。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。若い方々は高齢者は年金をもらいすぎとか無駄な医療費を浪費していると非難されていますが、我々厚生年金を支給されているものは少しマシですが、国民年金のみの人たちは悲惨の一言です。ビートたけしさんが嘆いたのも当たり前です。でも彼は資産家でしょうから大丈夫ですよね。それより若い方たちが心配すべきはあなたたちが高齢者になられた時です。今の政府に任せていたら積立金を増やすばかりになるし自己責任を言ってくると思います。第一消費税が全て社会保障費に回っているかどうかさえ定かではありません。だから若い人たちは政治に関心を持ち選挙で投票してより良い政府を選ばないとダメなんですよ。この記事は主に年金生活者向けだと思うが、年金減、物価高騰対策に年金受給を遅らせるなんて本末転倒の話ですね。その他、少子化対策で健康保険料の増額があり、財源が決まっていない防衛費増額も年金生活者に押しかかってくる予定です。これ以上、少ない目減りした年金から転引きするのは止めてほしい。なお、年金生活者のうちどれくらいが非課税世帯かわかりませんが、非課税世帯には今年3月に10万円の補助金が出ています。月にすると6300円強になり家計の足しになっているのはありがたいです。年金から転引きしている社会保険料、保険料等は取れるところからとことん絞り取る。高齢者でも少しでも生活を楽にしたいので働くのに、住民税、所得税、復興特別所得税等がなぜ差し引かれるのかよくわからん。特に何に使われているかわからない復興特別所得税を廃止すべき。値上げラッシュや増税で原材料価格の高騰、急激な円安が要因で国民の負担はますます大きくなっており、生活するのが精一杯なのに、また賃金や物価に基づき算出された改定率がプラスになる年にはマクロ経済スライドの微調整分を当てはめた調整が行われるので、思ったほど上がらない。しょうがないですね。現役世代の負担は限界に来てますし、これからもっと老人世代の負担も増えるでしょう。年金はあからさまな減額は難しいでしょうから、医療や介護の負担額は増え、給付額や適用範囲も厳しくなっていくでしょう。一生働くなり、資産運用するなりしないといけない時代ですね。既得権益層から献金を受け取り、既得権益層の利益を守ってきた自民党政治が悪いです。医者の待合室は高齢者が多いです。この開業医の診療報酬は保険料に上乗せ、加えて、複数の医院で処方される薬の多重投与、レントゲン、血液検査も保険料に上乗せ、異次元の金融緩和で円安に誘導し、輸入物価主導による悪いインフレ、高齢者の社会保険料の負担、年金が微増で、輸入物価の高騰で使えるお金は減り続ける。日本医師会などに配慮する自民党政治は庶民にとって良い点があるのでしょうか？ないと思いますが、自民党優位の報道も、これらの既得権益団体が広告料でお金をばらまいている結果で、立憲に政権交代しても、困るのは自民党と自民党に献金する団体だけなんですがね。高齢者として年金をもらっているが、若い頃から高い保険料を負担してきたわけでタダでもらっているわけではないし、月々の通院費と薬代はかなりの負担なので勝手に通院も薬もやめたら1年後に生死の危機に陥ってしまい、今は医師の処方に従わざるを得ないのですよ。老後働くか働かないかという選択肢ではなく、今後は働かないと生きていけないような世の中になるのではないでしょうか。世襲政治屋さんにはきっとお金がない人の生活はわからないでしょうが、生きるためにお金のない人たちが集まって、スラム街を作って自給自足で生活する。それこそ江戸時代の農民のような形になるのではないでしょうか。年金が物価に負ける。老後資金も 2.000 万円では足らない。物価上昇は国民に負担させ、GDP は上がる。よって政府は儲かり国民は損をする。さらに労働者は賃金が上がるが、年金生活者は年金が少ししか上がらない仕組み。要は高齢者のお金を吐き出させる政策なんかな。高齢者も再度働き、資金を運用せねば積んでしまう。スーパーへ行くと、しょっちゅう物の値段が上がっています。主婦の方はよくご存知でしょうが、1割、2割、3割という刻みで値上がりしていきます。
生活は苦しくなるばかり。なのに、与党では、裏金を懐に入れて、裸ダンサーを呼んでチップをやり、パパ活に裏金をばらまく。そんなの税金の対象だろう。と思ったら、政治活動費だから非課税だという。野党が、政治活動費を公開しろ。と言うと、総理はそれはできませんと答える。そりゃ、裸ダンサーに使ってたら、公開できるわけがない。こんな政治、いつまで続くのか。病気は医療によって治せる。老化は病気ではない。毎月整形外科に通って痛み止めと湿布をもらうだけ。市販もしている薬が老人医療費で1割2割で手に入る。健康保険は病気のみに適用するべき。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。